皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢プラス中東情勢、合わせて解説を行っていきます。離れている場所のそれぞれの情勢なのですが、アメリカという一つのキーワードを中心に置くと、今世界で何が起こっているかをより理解することができます。そしてトランプ政権が何を重要視しているかが分かれば、日米関係や極東における次の戦争に対する予備知識も得ることができます。まずはウクライナ軍の遠距離攻撃の様子です。今回攻撃を行ったのは、ウクライナの国境から1200キロ先、ミサイル類などを製造している軍需工場に対する攻撃。離れているとなって、ロシア軍側の防衛体制は全くできておらず、工場はかなり炎上したようです。続いては、東部戦線からの報告。こちらは夜間にロシア軍の前線の弾薬基地に対する攻撃を行いました。主には、榴弾砲や短距離のロケット砲弾などを集めていた場所とされており、本来であれば防空部隊もいるはずなのですが、警戒を怠っていたのでしょう。それでは、主だったニュースについて見ていきます。AFP 通信より、アメリカ、対ウクライナ軍事支援を一部停止。アメリカホワイトハウスは、バイデン政権下でウクライナへの提供が決まっていた主要兵器の一部について供給を停止すると発表した。3年以上続くウクライナ紛争で、ロシアによる最大規模のミサイル攻撃や無人機攻撃を受けているウクライナにとって、防空システムを含む兵器や、その他軍事支援の停止は大きな打撃となるだろう。ホワイトハウスの副報道官は、国防総省が世界各国への軍事支援と援助を検証した結果、アメリカの利益を最優先にするため、この決定が下されたと述べた。対ウクライナ軍事支援の削減は、停滞しているロシアとウクライナの和平交渉の加速を強く求めてきたトランプ大統領の優先順位が変わった可能性を示唆している。トランプ大統領は、イランとイスラエルの12日間戦争の後、ガザ地区での停戦実現に向けた調整や、イラン・イスラエル間の緊張緩和において、以前よりも大きな役割を果たすようになった。軍事支援の一部停止を最初に報じた政治誌ポリティコによると、当局者は匿名を条件に、国防総省の調査で以前に約束した一部の兵器の在庫が不足しており、現在保留中の兵器類の一部は輸送されないと判断したと述べた。アメリカのメディアは、防空システムパトリオット用のミサイル、ハイマース用の精密誘導弾、ヘルファイア空対地ミサイルなどの供給が停止されたと報じている。ウクライナへの軍事支援の停止といったものが発表されましたが、その裏でも同時に進んでいるのが、ロシアに対する制裁の担当部署の解散です。ロイター通信、アメリカ政権の対ロシア圧力作業部会が解散。トランプ政権では、ウクライナ和平交渉の加速に向け、ロシアに圧力をかける戦略を策定する省庁横断作業部会が設立されたものの、最近解散したことが当局者の話で分かった。トランプ氏は、一向に進展しない和平交渉に業を煮やし、最近は手を引くと示唆している。作業部会は国家安全保障会議によって3月から4月に設立され、国務省、財務省、国防総省、情報機関の当局者が参加した。作業部会では、旧ソビエト諸国やその他東欧、アジア諸国に対し、ロシアとの貿易やロシアからのエネルギー輸入を制限するよう促す、または圧力をかけることが提案されていた。ロシア依存を減らす内容の経済協定から秘密の特殊作戦まで様々なアイデアが提起されたという。対ロシア制裁回避の取引に利用されている国の一つ、カザフスタンにより積極的に取り締まってもらうよう、インセンティブの制度を構築する案も出されたという。しかし、作業部会の活動は停滞する。当局者によると、トランプ大統領がロシアに対し強硬姿勢を取ることに関心がないことが参加者の目で明らかになったためという決定的な打撃となったのがメンバーの大部分が解任されたことだった。ヨーロッパ・ロシア担当の責任者アンドリュー・ピーク氏やウクライナ戦争を直接担当するチーム全員が解任された。ロシア担当の高官はほとんど残っていないという。今回のニュースでちょっと勘違いを生み出しやすいポイントというのが、あたかもトランプ大統領が決めた軍事支援をトランプ大統領自身がやめたかのように思うのはちょっと間違いです。というのも、トランプ大統領は大統領就任以来、ウクライナ支援のための予算をそもそも獲得していません。そのため、ウクライナに対する軍事支援はトランプ政権になってからは新規の案件はないのです。その代わりといってはなんですが、ウクライナやウクライナを支援する国がお金を積んでアメリカの防衛産業から
兵器や弾薬類を買うことについては審査の上で許可するものもあるとしています。ですから、今回止められた軍事支援というのは、トランプ大統領の決めた話ではなくて、バイデン政権の時にウクライナに渡すことを決めたものです。バイデン政権の時には、ウクライナ支援のための予算が計上され、移送などについては手続きが進んでいたわけです。在庫のあるものについてはさっさと渡していき、一方で、物がないものについては、軍需産業に対して発注し、物ができたら順次渡すといった形となっていたわけです。今回、受け渡しが停止されたものの中には、すでに隣国ポーランドまで運んでいたパトリオット用のミサイルや、アイマス用の弾薬類なども含まれていたとのことで、ウクライナにとっては、ある程度計算していたものでしょうから、渡ってこないとなると、非常に残念なことになってしまいます。特にパトリオットミサイルはロシア軍の弾道ミサイル攻撃などに対応するため他に代わりがないものです。それだけにどこかの集合住宅に対して撃ち込まれる危険性が高まってしまいます。トランプ政権になってから新規の軍事支援などが見込めなくなっているウクライナ。ここ最近ではアメリカがロシアに対する追加制裁もやらないようだなというような状況になっていることから、手段を選ばず防衛力を高めなければならなくなってきています。そこでゼレンスキー大統領が打ち出したのが、対人地雷の禁止条約からの脱退です。NHK の記事より、ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアによる軍事侵攻が続く中、対人地雷の使用などを禁止した国際条約からの脱退に向けた大統領令に署名しました。なお、ロシアはこの条約を批准しておらず、ウクライナ外務省は声明で、ロシアは対人地雷を戦闘の手段として大規模に使用してきた。ウクライナは自衛権が制限される不平等かつ不当な状況に陥っていると訴えています。ウクライナのメディアによると、条約からの脱退の方針は今後、議会の承認を経て国連に通告される見通しだということです。対人地雷の禁止条約からの脱退については、ロシアの脅威を身近に感じている周辺諸国にも広がっています。産経新聞、悪魔の兵器廃絶に逆風。バルト三国が対人地雷禁止条約離脱。バルト三国のエストニア、ラトビア、リトアニアは国連に対人地雷禁止条約からの離脱を正式に通知した。6ヶ月後に発行する。ウクライナ侵略によるロシアの脅威増大と安全保障環境の不安定化が背景。悪魔の兵器とも呼ばれる対人地雷の廃絶を掲げる同条約は逆風にさらされている。フィンランドやポーランドもすでに離脱方針を表明。今回の通知についてエストニアは国家防衛を強化するため軍に柔軟性を与える必要があると説明。ラトビア代表部も明白な国連憲章違反が横行する中、脅威に効果的に対応する能力を維持する必要があるとした。安価で生産や設置も容易な地雷は、負傷させて敵の兵力を奪う残虐性や、半永久的に作動する残存性、民間人も標的となり得る無差別性などから悪魔の兵器とも呼ばれている。オタワ条約は対人地雷の廃絶を目指し、使用や生産、貯蔵などを禁止する。1999年に発効し、日本など160以上の国、地域が加盟している。ロシアやアメリカ、中国は加盟していない。ウクライナとしては地雷の禁止条約から正式に脱退し、防衛陣地に対人地雷を含めて守りを固めたいという考えをするのは当然でしょう。本来であれば地雷というのはなければない方がいいに決まっている兵器です。というのも、一旦大量にそして広範囲に設置されてしまうと、たとえ戦争が終わった後であっても、軍人であろうと民間人であろうと全く関係なく誰に対しても危害を与える兵器です。そのことが分かっている以上、あの地域はきっと埋められているなと分かるだけでその地域については立ち入りを禁止し使用禁止の地域になってしまいます。ただし今は理想の国際情勢とはどんどんとかけ離れていく状態です。国連常任理事国が積極的に他国に軍事侵略を行い、それを止められていない、つまり国際法や国際秩序の完全に踏みにじられた状態が続いており、しかもその状態がまだまだ続きそうな状態です。現実を見据えれば、悪魔の兵器と言われようが、地雷を使わざるを得ないと考えるのは当然の成り行きでしょう。日本の場合だと、周りを海に囲まれている関係上、空と海をしっかりと守ることが第一優先ですから、陸上戦闘といったものはその後の話になります。それだけに地雷がなくてもいいと考えようする人もいるでしょう。しかし逆に考えれば陸と海を守りきれないような状況に陥って相手が上陸してくる状況というのは日本にとっては非常に厳しい状況に陥ったことを意味します。そのような状況になった時に地雷が手元にあるかどうかといったことは大きな差になる可能性があります。
戦争当事国のウクライナが必要としている現状を見れば、地雷の有用性が高いのは明らかでしょう。日本においても、対人地雷禁止条約からの脱退といったものは、決して逃げてはいけない議論の一つだと思います。ただし、戦闘が収まった後の地雷の処理といったことも考えなければならないわけで、少し値段は上がったとしても、設置してからある程度の期間が過ぎれば、起爆しなくなるようなちょっとした工夫を付け加えるといったことを考えて、日本なりの地雷といったものも開発することを考えた方が良いでしょう。さて、アメリカによるウクライナに対する軍事支援が停止した一方、アメリカが最も今、国益を優先して注目しているのが中東です。共同通信、イランの核施設被害、予想以下。米軍の攻撃によるイラン核施設の被害が予想よりも軽微だったとするイラン政府高官同士の通信をアメリカ側が傍受していたと報じられた。核施設を完全に破壊したとするトランプ政権の主張を否定する指摘が相次いでいる。イランが米軍攻撃前に核施設から濃縮ウランを運び出していたとする指摘について、トランプ大統領はウラン運搬は非常に危険で難しい作業な上、イランは攻撃を事前に知らなかったと否定した。報道機関に協力した情報漏洩者を探し出し、処罰すべきだとした。国際原子力機関 IAEA のグロッシ事務局長は、イランの核施設が深刻な損傷を受けたのは確かだが、完全には損傷していないと述べ、イランが数ヶ月か、それよりも早く、ウラン濃縮活動を再開できる可能性があるとの見方を示した。このような状況下で、イランは IAEA の協力を停止し、核開発めぐる協議再開にも影響するものとみられます。イランのペゼシュキアン大統領は IAEA 国際原子力機関への協力を停止したと発表。協力の停止によって IAEA はイランの核施設への査察などができなくなり、核開発をめぐりアメリカが求めている協議の再開にも影響することが懸念されます。国営テレビは協力停止の詳しい内容を伝えていませんが、イラン議会は国の主権や核施設と科学者の安全の確保、それに核拡散防止条約で認められたウラン濃縮などの権利が保障されるまで IAEA に対する協力を停止するよう政府に求めていました。現在、イランとイスラエル、イランとアメリカとの間に戦闘は発生していません。しかし、攻撃が再開されるかもな、みたいな話として、イランは対応策を一応準備している可能性があります。イラン軍が機雷積み込み報道、ホルムズ海峡封鎖が目的か。イラン軍がペルシャ湾で艦艇に機雷を積み込んだとみられると、ロイター通信が報じました。ホルムズ海峡封鎖に向けた動きかとの指摘も出ています。イラン革命防衛隊は、もし攻撃が続くならば、ペルシャ湾に安定したエネルギー市場は存在しなくなる。私たちはまだ戦争状態にある、などとする声明を出しました。こうした中、ロイター通信はアメリカ政府高官の話として、イラン軍がペルシャ湾で艦艇に機雷を積み込んだとみられると伝えました。今のところ機雷はまだ海に置かれてはいないものの、イランがホルムズ海峡封鎖を真剣に検討している可能性があると指摘しています。そしてトランプ大統領は中東地域における情勢の安定化を図っています。トランプ大統領は中東のシリアに課していた制裁の大半を解除する大統領令に署名しました。合わせてシリアに対するテロ支援国家の指定を見直すようルビオ国務長官に指示、シリアの復興を支援する立場を改めて強調しました。中東のシリアでは2024年12月に親子2代にわたって半世紀以上続いたアサド政権が崩壊。反政府勢力の指導者だったシャラー暫定大統領を率いる暫定政権が新たな国づくりを進めています。トランプ大統領はシャラー暫定政権によるこの半年間の取り組みを評価するとして、シリアに課していた制裁の大半を解除する大統領令に署名しました。一方で、アサド前大統領や側近、それに化学兵器の使用に関わった人物らに対する制裁は今後も維持するとしています。シリアの暫定政権の外相は、この決定はシリアが安定し、繁栄し、国際社会に開かれるという新たな段階に入る道を開く極めて重要な転換点になる。経済の復興に向けた大きな障害が取り除かれ、復興や開発のための待望されていた機会が訪れると歓迎しました。イランに注目した場合、その周辺において戦闘は今は止まっています。じゃあ今後もずっとこの状況が続くかと言われれば、かなり疑問な状態です。トランプ大統領はバンカーバスターによる攻撃などによって核兵器の開発をすることはもはやできなくなったというような話をしましたが、現実にはどうもそうではなさそうだという情報が積み上がっています。アメリカ側の情報機関から流れ出てきたとされる情報においても、
破壊は十分ではないとする評価が出ていますし、イラン側もどうやら事態は深刻ではないといった話が飛び交っているようです。このような状態を見ると、手元に濃縮ウランと、そしてさらに濃縮を進めるための機会がまだまだ健在だというのであれば、イランの核開発の意志が強ければ強いほど、むしろもっと急いで開発しなければと思う可能性は十分あります。少なくともそのような状況であれば、イスラエルが再び攻撃する可能性といったものも十分あるわけです。その時、前回がうまくいかなかったのであれば、じゃあ次はもっとうまくやろうと考えるかもしれません。その場合は、イスラエルが先行して空爆するのではなく、最初からそもそもイスラエルと米軍が協調して空爆に出るかもしれません。そうした事態になれば、当然のように中東情勢は怪しくなってしまいます。そのことを踏まえた上で、もしくは選択肢に入れた上で、まずは足元の状況を安定化させようとしています。シリアに対する制裁の解除はその一環でしょう。アサド政権時代においてシリアは、イランとロシア、この2つの国の影響によって支えられていました。ロシアにとっては中東における影響力を保持するためと、アフリカ大陸に対する中継機種としての役割がありました。そのために空軍と海軍が駐屯していました。一方、イランにしてみると、イランからイラク、シリア、そしてレバノンのイスラム武装勢力ヒズボラに対する人や物の輸送ルートになっていました。イランにとってはアサド政権の方が良かったわけです。しかし、反政府軍がアサド政権を打倒し、現在はシャラー政権となりました。それによってイランとロシアとは影響力を大きく失っています。その代わり、地域大国のトルコがシリアに対する影響力を拡大しているところです。アメリカにとっては、シリアが安定化し、イランやロシアの影響力が減退した方が、少なくともイスラエルにとっては状況は良くなります。そのためにシリアに対する制裁を解除し、この状況を加速させたいのでしょう。現在シリアのシャラー政権は、イスラエルとの関係においても国交の正常化に努めています。イスラエルがゴラン高原に対する軍事侵略を行って占領した状態が続いているわけですが、少なくとも停戦状態を維持することを確認することができれば、少なくとも先端を開くことはないでしょう。シャラー政権としては国内の統治に全力を注いでいる状態で、外に目を向けているような余裕は全くありません。現在でもシリア国内においては、イランが自分たちの影響力を復活させるために、情報工作戦を現在でも盛んに行っていると言われていますし、それでなくても、アサド前政権の時に大きな既得権益を得ていた人たちは、自分たちの立場を少しでも取り戻したいとして、シャラー政権に対する揺さぶりをかけ続けています。シリアに対して、ロシアの影響力が戻ってくることはないでしょう。一方で、イランの方にしても、今回イスラエルやアメリカからの空爆を受けて、願いとしては海外での勢力について回復したがっていますが、そうはうまくいかないでしょう。現在孤立状態になっているレバノンのイスラエル勢力ヒズボラは、イスラエル空軍による空爆なども受けており、組織を立て直そうとするために、どうやら攻撃を受ける始末になっています。そこで、ここで日本として見なければならないのは、アメリカが何を第一にしているかです。今回のニュースで明らかなのは、アメリカから見た場合の優先順位としては、イスラエルが圧倒的に上で、ウクライナの方が下となっています。この理由となっているのが、アメリカの政界に対する影響力です。イスラエルはキリスト教とユダヤ民族というこの2つのキーワードをもってしてアメリカに対する影響力を強く保持しています。アメリカ国内にはキリスト教福音派だけではなくカトリックやプロテスタント、そしてユダヤ教やユダヤ人の経済力や人脈といったものが非常に根深く展開しており、これらを無視することは不可能な状態です。そして、ここでもう一つ先のことを考えなければなりません。それは、ウクライナとイスラエルを天秤にかけた場合において、イスラエルの方が重要だなというのは、多くの人々がすぐにわかることでしょう。そして同時に考えなければならない話というのが、じゃあもしも中東で何かアメリカにとって手が離せない状態の時に、極東で何かが起こったら、今度はイスラエルと日本が天秤にかけられるわけです。この場合、アメリカの第一主義から考えて、イスラエルの方が重視される可能性はかなり高いと私は思います。今回トランプ政権がウクライナに対する軍事支援を一時停止しました。これはバイデン政権の時に取り決めたものであるから、トランプ大統領としては自分は関係ないという考え方かもしれません。しかし、国家の政策として
一度約束したものが止まっている以上、これは非常に他の国々から見た場合において、アメリカの約束がかなり危ういものだなというのを印象づける出来事です。現在日本とアメリカとの間には日米の同盟があります。しかし、先ほども言ったように、日本とイスラエル、この2カ国で天秤にかけた場合は中東情勢の方がアメリカの国益上大事という話にはなるでしょう。まあそれだけに今の日米の安全保障体制といったものがハリボテに過ぎないかもしれないといったことは覚悟した上で日本の守りを固めていくことは今後も重要でしょう。これに関連する政策としては憲法改正や軍法の制定、対スパイ法の制定やそれら法律をもとにして活動する本格的な諜報機関、そういったものを準備する必要があります。今は何もないから必要ではないといった話ではなく、未来において必要になりそうだなと思えるものを何も起こっていない時から用意しておくことが安全保障のことを考える時には重要です。何かが起こってからでは大抵は手遅れになってしまうからです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。